共有されてますか？はい。それでは、輪行の発表を始めたいと思います。今井亮太です。よろしくお願いします。今回発表するのは、こちら、入門日本語自然言語処理の、ページ69から97における、形態素解析の実践と情報抽出についてお話ししたいと思います。まず、形態素解析というのは、文章を最小単位に分割して、分析する手法です。この、ミッドで刻まれているような方法で、分割することができます。すいません、戻りました。で、日本語の、自然言語処理において、形態素解析というものは、非常に重要なものとなります。なので、今回の発表では、実践を通して、形態素解析について理解をするということを目標にやっていきたいと思います。今回、本の中に書かれていた、プログラムを、写経したファイルを、Google コラボで、共有しております。こちらの、発表資料は、研究室の Google ドライブの中にあるので、探して、こちらのリンクアクセスしながら、発表を聞いていただけると幸いです。で、今回行う、形態素解析の活用方法、一つ目として、伏せ字というものがあります。伏せ字というのは、文章の一部を、他の文字に置き換えることにより、例えば、個人名の名言を避けたり、ネタバレを避けたり、検索余計などに、使われる手法が伏せ字です。ここで、例文を見てみましょう。ダース・ベイダーの正体は、ホニャララです。という文章。誰だかわかんないと思うので、名前を言ってしまうと、ネタバレになってしまうので、このように、伏せることができます。この文章では、なんとかスカイウォーカーさんの名前すべて隠しているのですが、単語の一部を隠すこともできます。このように、プ・シンスキ先生はとてもハンサムです。といった文章。誰かわかんないと思うんですが、とてもハンサムな先生がいるという情報だけがわかります。ということで、今回ミニプロジェクトとして、自動的に伏せ字を適用することを行います。自動的に行うといっても、最初に、ランダムに伏せるという手法が思い浮かぶと思います。ランダムに伏せると、このようになりますが、とても読みにくくて不自然な文章になってしまいます。そこで、形態素解析を用いて、品詞を用いて伏せ字をすることで、自然な文章を作ることができます。で、一つ目、固有名詞を伏せるということで、fugashiを用いて形態素解析を行い、固有名詞を伏せたいと思います。ここで例文、ボルデモートは恐ろしい魔法使いという文章があります。ここで、ボルデモートという名前使ってしまうと、デスイーターに襲われてしまうので、隠したいと思います。この文章を形態素解析すると、こちらのようになり、ボルデモートという名前の中に、タグとして、固有名詞というタグがついています。ここを判定して、伏せ字を実装します。fugashiでは、ノードフューチャーポスにを使用することで、固有名詞か否かを判定することができます。この、ボルデモートは恐ろしい魔法使いという文章を判定して伏せ字すると、このような文章になります。これで襲われることはなくなりました。続いて、道語を伏せるということで、脈々は、万博のキャラクターですという文章があります。脈々、ご存知ない方もいるかと思います。このようなキャラクターが、去年の大阪万博の、マスコットキャラクターとなっております。この文章を解析すると、このようになります。脈々というのは、最近のキャラクターですので、辞書に登録されておりません。そのため、システムが、分析した
どのような名詞かという分類はできますが、読みなどの情報は、登録されていません。この道語は、fugashiの node is UNK is unknown を用いることで判定することができます。判定すると、このように、脈々というものを隠すことができます。続いて、読みを用いて伏せるということで、この文章、北海道の住民の半分は熊です。本当です。これを解析すると、このように、北海道という固有名詞の中に、読みの情報、北海道、fugashiでは、カタカナで表記されるものが、抽出することができます。これを、ノードフューチャーカナを用いて、取得して、伏せ字をすることができます。このように、どこの住人の半分が熊なのかわからないような文章になりました。これで、伏せ字の実践が終わります。続いて、ユーザー辞書というものがあります。これは、ユーザーが、単語とその単語の情報を、登録することで、設定することができます。なぜユーザー辞書を登録する必要があるかというと、先ほどのような、道語だったり、表記揺れ、犬というものは、ひらがなでも、カタカナでも、漢字でも、この漢字以外に、難しい犬というか書き方もあります。また、単語分割の流度ということで、このバーガーキングだったり、サブウェイだったり、北見にはないハンバーガーショップ、サンドイッチショップが、デフォルトの状態だと、このように、バーガーとキング、サブとウェイで分かれてしまいますが、これは、本来、一つの単語として扱いたいため、ユーザー辞書を登録する必要があります。こうして、登録した単語が、登録した単語を、解析機が、認識することができるようになります。今、研究に用いているデータやインターネット上のデータから単語を抽出してユーザー辞書を登録することで分析の精度に大きな影響を与えることができます。続いて、情報抽出です。Wikipedia の記事から情報を抽出するというプロジェクトをしたいと思います。今回のプロジェクトでは、Wikipedia のゲームに関する記事からゲームの開発元や販売の元の情報を抽出するタスクをやっていきます。この情報抽出は、文の依存関係から抽出します。使うライブラリは、spaCy の、DependencyMatcher というものを使います。ここで例文です。リーグオブレジェンドは、ライアットゲームズが開発したゲームです。この文章を、DependencyMatcher で、形態素解析をすると、このような、依存関係を出すことができます。これで、例えば、リーグオブレジェンドはゲームであるといった依存関係や、ライアットゲームズが開発したといった、関係を示すことができます。これを、コマンドライン上で表すとこのようになります。今回取り出したいライアットゲームズという単語に対しては、開発というものが依存関係にあります。そして、このライアットゲームズという単語のタグには、NSUPJ というタグがついております。このタグは、主語名詞、ノーミナルサブジェクトというタグです。このような、関係を取ることで、今回、抽出したい、名詞だったりを、判定することができます。続いて、先ほどは開発という単語が使われてましたが、発売という単語に着目して、この文章、マリオブラザーズは、1983年に任天堂から発売されたゲームという単語から、文から情報抽出を行います。これを、形態素解析するとこのようになります。先ほどと同じように、任天堂という単語にかかるのが発売という単語なのですが、単語で、任天堂には OBL というタグがついています。が、
任天堂の他にも、1983年という単語にも、発売との依存関係があり、なおかつ同じ OBL という、タグがついております。これは、任天堂と、1983年というどちらの名詞も、発売に対して、社学名詞という、依存関係があります。ここから、1983年ではなく、任天堂という単語のみを取るには、日付の情報を、除外する必要があります。このように、実際に扱うデータを見て、どのような情報が必要で、どのような情報が除外が必要なのかを、情報抽出においてはする必要があります。続いて、トークンの結合という前処理についてです。スペースインベーダーは、株式会社台東が発売したゲームという文章を、形態素解析するとこのようになります。本来、販売にかかる、取得したい単語として、株式会社台東を取りたいのですが、形態素解析をすると、このように株式、会社、台東という、3つの名詞に、分割されてしまいます。そのため、前処理として、この3つの単語を、1つにまとめて、株式会社台東を、1つの名詞として扱う必要があります。今回のタスクでは、ノン、プロピン N、ナム、シンボルというタグが、4つのタグのどれかがついているトークンを、結合して、1つの会社名として捉えて、情報抽出を行いました。今回のタスクでは、著者らが、収集した Wikipedia の、4579データに対して情報抽出を行いました。検出のターゲットとして、開発と販売という2つの、単語にかかる、単語を、開発元として、情報抽出を行いました。検出の、品詞タグ、ポスタグとして、先ほどの N サブジェクトと OBL を取っています。また、除外する固有表現としてデータ、日付のデータを、除外しています。この、抽出結果がこちらの表になります。こちらの表を見ていただけると、予測できたデータがこの 25% と非常に少なく、残りの約 75% が情報抽出できなかったという結果になりました。また、こちらのプレシジョンやイコールという精度に関しても、非常に低い 15.32%、9.32%、非常に低いスコアとなりました。これを改善するために、先ほどの開発、販売の他にも、類似表現を追加して抽出を行います。今回のタスクで追加したのは、制作、販売、リリース、稼働など、ゲームの、開発した会社にかかりそうで、かつ、類似した単語を追加しました。品詞タグや、除外するこういう表現については、先ほどと同様のものを使用しています。その結果が、こちらとなります。先ほどは 25% しか予測できなかったものが 88% と大きく上昇しました。また、精度に関しても、プレシジョンが 15.32% から 45.8%、イコールが 9.32% から52.2% など、抽出精度も増加することができました。で、今回の発表のまとめです。今回の形態素解析を用いることで、様々なシステムが構築することができます。また、先ほどの抽出精度の改善のように、既存のライブラリを活用することにより、容易にシステムの改善を行うことができるということが分かりました。以上で今回の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。何かコメントなどあれば。
先ほどのコラボを開いた人いますか？どうですか？この発表の、中にあった表示は全部含まれている。はい。はい。スライドのページを書いてみました。Go to slide 8 and 9. 8 Slide 8. それ8。いいですか？ Yeah. So when we want to, here we are actually hiding out that Maya 2, Maya 2. Yeah. Yeah. 約。So, in this case, that mass set is also a proper node, right? Yes. キャラクターはこういうイメージ。こういう名、in this case, maybe fugashi analyze 普通飯。Okay, so it was analyzed by the tool as a comp. And then on the dictionary, when you're actually doing the lookup, how it is actually like to handle it, like because words will have the subwords also, right? So that lookup, how will すいません。 So are you asking for the question why didn't it split in the middle or something? yeah. So the dictionary, how typically we like to make the lookup? And are you asking specifically about unknown words or general? In general. Oh, okay. So, どうですか？答えられますか？質問が取れなくて。はい。フラッシュとかメカブとかはどうやって単語を分割している？その多分元の手法。元の手法。条件付きランダム。多分、辞書の最長一致で切っていると思うんですが、すみません、ちゃんとリファレンス読んでないんで。条件付き確率はっていう手法。なるほど。ただ単に、一番長いとか一番短いだけだと、つまりその、結構間違えるし。なので、この確率も使って、この間、この2つのか3つの単語の間、このような単語だったら、このような組み合わせだったら、どのような確率になる。で、確率が一番高い組み合わせが、まあ、その提案というか、方法になる。昔でも、メーカーでも、単語分割機とかね、形態素解析機でも、方法を出すというオプションがあったと思うんですね。そしたら、この組み合わせだったらどういう確率、この組み合わせだったらどういう確率、多分ベスト5とかベスト10とかできた。So just to like give you a very simple gist. So as Imai said, first of all, there's the length. So the longest match principle. But on top of that, there's the conditional random fields.
which check the probability of each probable combinations of say character or words patterns, right? So whether this should be divided into miyaku and miyaku, or maybe miyaku nya and ku. For all of this is if the word is not in the dictionary, the system calculates the say probability of each of the combinations, and it just outputs the most probable. I have like another fundamental question. Like want to get the clarity on this. What is the role of dependency parser in morphological learning? Okay, so just for me, so there is no role of dependency parser in morphological analysis. There is a role of morphological analysis in dependency parser. So it's like all dependency parsers in Japanese are built on top of morphological analysis. Because they first have to know what is the type of word, what is the type of part of speech, and they use just very simple grammatical rules. So, for example, noun always comes together with the particle. So, like we have the nyaku nyaku wa, or ban paku no. So this is like it always becomes like one cluster, or like one noun phrase or something like that. And using those sort of rules, let's say grammatical rules, they then produce the sentence tree. Okay. So like then in the sense, like in Japanese, we are handling this morphological analysis in lexical level, not in the root or like morpheme level. Right. So it's not that clear cut in Japanese. So lexical and morphological is more or less the same. It's not ideal linguistically, but this is how like let's say the fields, both actually linguistics and NLP have been doing this. And just to give you a small example of like a different view of Japanese. So as you can see in this example, there's nyaku nyaku wa, so like the particle and the noun are separate, and also the banpaku and no are separate. So all of the morphological analysis will split that. But there is another view on Japanese grammar, is that something like you can think of this as a declension. So the banpaku no becomes one word, or miyaku miyaku wa becomes one word, and this way it looks very similar to, well, I would say, Slavic language. Latin. Also Latin, yes. And so it's not the mainstream of Japanese grammar. It's possible that it's a better way of looking at Japanese grammar, but like this is a super fundamental question. It's so fundamental that it would have to involve change of Japanese educational system. Yeah. So yeah, before I learned Japanese, I learned Latin, and thinking of it as declension really helped me pick up the language. Now I think of it more as agglutination, but I think declension is a really good way. And then just for the clarity, or if we take the English, like if we take the word representing itself, so that word will like contain the verb, the tense, and sometimes whether it is plural or singular might also like will be there. And if we take Tamil, like the language like we have along with that
with the gender and like what kind of the gender and also like whether it's actually like he or they or kind of that also. The communicate Japanese, so here, what are the information the word can contain? Just what you can see here. So Japanese nouns, if we're talking about nouns, are very simple concepts. So they don't have any of the features of morphologically rich languages. So if you have a noun, you cannot say whether it's a plural or singular, whether it's a gender, masculine, feminine, or whatever. It has none of that. Okay, so everything you can only get that through context. Verb, relating verb. So verb is easier because verb conjugates. So you add past tense or negative form or something. So that's not a problem. Although Japanese has only one past tense, so you don't have like have had, or had, whatever, like in English, So right? you you that. Yeah, even that's just like it's still a combination of a Right. Right. There are, and within this range, Japanese is pretty flexible, but there are always some rules. So if, for example, like whether sometimes you can say, sometimes you can, for example, put negative form first and then past form later, but sometimes you can't. So like it's also it also kind of depends on the context, but often you can change it a little bit. When you're learning, you can learn it as just changing the names of words, and then eventually you add on the parts where it's actually more separable. But the base, learning the base standard daily languages, you can make the rules pretty simple. So yeah, you were asking, including things like plural stuff like that. Is it, yeah, like he was saying, nouns don't have that in the noun. You mark case with an affix, with the suffix, basically. So like you mark direct objects with full, you mark suffix with da. But that's the same for every noun. So in other languages where different nouns in things. You learn Japanese a little bit? No, Okay. so I'm just like kind of founding this as like the base for understanding where to be started and how to be started. The hardest part about Japanese is the writing system. Yes. The grammar is pretty simple. The most painful thing. It's not the first. It's the most painful. What's your opinion? If I select the joke writing system, if I translate, write, and study, will it be easier to learn or like studying the character? Okay, I mean, you can study the different parts of them separately. It is good to use the writing system to study the text because like you see it everywhere. So it's like good to be able to go to the store and recognize some of the characters and have an idea of what they're selling. Or to look, if you're looking for, a restroom and something where they don't have the restroom symbols, it's good to recognize the characters like Okiadai or Toide. But it's actually kind of infographic, right? Kanji are kind of sometimes. Parts are Ateji? no,
too, but I'm talking about Pictogram? not yes, but it's not actually pictogram. It's logogram. Okay, whatever. That's So, every gram word I have. Monogram. so the one. So, word conveys one concept, and then you do something with this concept. But there are words or like phrases which you cannot write using concepts because maybe they are not like conceptual, or for example, they are purely phonetical. So, for example, all the particles are just written using hiragana, right? Because you don't need to have like an additional concept of what topic possesses. I remember like first time when I visited Japan, like one person was actually like explaining me. It's like trees, forest, dense forest. Oh yeah. Some of them are nice like that. But I think like so right now you're actually talking not about Japanese but Chinese. What is Chinese? Yeah, they're Because, Chinese characters. like all of the complicated characters are Chinese characters. Okay? Sometimes they're like that. Other times it's just like something that gives like a vague notion of the word, and then another part that gives the pronunciation. Sometimes neither part has any correlation at all. Maybe it did in some old Chinese dialect, but not anymore. It's like thousands of year old writing system, so some of it's nice, some of it's not. Yeah, like So the fire looks like fire because it's a super basic concept, but expo, it doesn't have any, the ancient people did not have expos, so they, the characters that represent expo are like combinations of various meanings, various other concepts. going to Bronze Con. Yeah, but the very fascinating how one language can have, let's say 4 or 5 writing systems at once, used all the time. Yeah, they have Chinese characters, hiragana, katakana. English letters show up everywhere. Of course, Arabic numerals. I was just so that you can find all in one sentence. Right, but that's less of a morphological, more like lexical. Yeah. Right. Anyway, the first Chinese characters you're going to learn when you're studying Japanese, they're going to be mostly simple ones that resemble pictograms at first. So yeah, learning Japanese starts off for writing. So which means like here do we have like set of standard characters? Character means like the root characters. Yes, Combined to form a word. technically, kind of. They're radicals, and they're you can search for kanji by their component. I feel it's kind of esoteric though. I didn't memorize radicals. All Japanese types do though. Any of the Japanese people understand all the radicals. But if you're, for example, asking how kids learn language, writing language, of course they don't learn from those, starting from the complicated Chinese characters. They start from the simple hiragana, right? And this is like the, it's a base layout
So like after that, you can have like 2 or 3 hiragana combined into one kanji. If you buy children's books, they'll usually have, like young children's books will often have no kanji, will have spaces between words. Okay. So it's good starting point. Then I think it's good to borrow my kids' book. Yeah, yeah.他に質問とかありますか？なければ以上でいいですかね。ありがとうございました。